おはようございます。めぐりかみ大地です。今日はバターナッツ、かぼちゃを使って付け合わせもしくは野菜のメインになるような料理を作っていきたいと思います。このパピヨットという方法ですけども、いろんな野菜に使えて手軽で簡単にできます。それでは一緒に作っていきましょう。よく洗ったバターナッツをヘタの方から3センチの厚さに揃えて切っていきます。このヘタの方から切っていかないと、向かって左側に行けば種が入っていて空洞になっています。もちろんその部分は種を取ってスープ、ポタージュなどにしてもらったらいいですけども、今回はこのまま使いたいのでヘタの方から切っていきます。今回は包丁を使ってこのように皮を剥いてますけども、レストランであれば肩、オンポフトピエスで抜いて同じサイズに揃えてもらったらいいと思います。この包丁を使って皮を剥く時ですけども、少し分厚めに剥いてください。ギリギリで剥いてしまうと硬いので美味しくありません。次にバターナッツの角の部分を包丁を使って切り落としていきます。このように包丁を固定してかぼちゃ、バターナッツを動かしながら角を切っていきます。もう一つの方法としてはエコノムを使ってこのようにエプルシをする要領で切るときれいに角が落ちます。続いて今回パピヨットで火を入れる時に使うガルニチュールを用意します。生姜は皮付きのままで薄めのスライスです。なるべく薄めにスライスします。分厚すぎると味がきついので気をつけてください。続いてバターナッツと相性のいいバニラを切っていきます。これで今回パピヨットに必要なガルニチュールが揃いました。あとここに塩コショウとバターだけです。それではパピヨットの作り方を紹介していきます。まずアルミホイル、その上にクッキングペーパーを置いて、先ほど準備したバターナッツを置きます。続いて塩で両面汗染めします。汗染めした上にまずバター、続いて生姜とニンニクを置きます。バニラは半分に開いて中のグーズドバニル粒を包丁を使ってかき出します。このかき出したグーズドバニルはバターに直接塗っておきます。あと鞘の部分も内側をバターの方につくようにして置いておきます。こうするとバターが溶けた時に粒が全体的にかぼちゃに広がります。最後にムーランポアブルで白胡椒をひいて準備が整いました。あとはパピヨットを作っていきます。それでは汗染めしたクールジュ、バターナッツを下の方に置いて半分に折っていきます。この時きっちりアルミホイルで密閉できるようにきっちりと折っていきます。下の部分が折れたら横の部分を折っていきます。しっかりと空気が漏れないようにきっちりと折っていきます。最後このように角の部分もきっちり折ってください。オーブンに入れてる間に中の空気が膨らんでパピヨットが開いてしまいます。
それを防ぐために4つの角は全部このように折ってください。これでパピヨットの完成になります。あとはプラッグに乗せて170度のオーブンに入れてだいたい15分ぐらい火を入れていきます。もちろん野菜の種類、大きさ、ものによって変わりますので気をつけてください。この時網の上よりもプラッグに置いた方が下に網の跡がつかないのでプラッグに置いて火を入れます。このように15分火が入りました。このようにパンパンに膨らんでいて自身の持っている水分で蒸し焼きみたいになっています。それではパピヨットを開けます。このように蒸し焼きになっていてニンニク、生姜、バニラの香りが香ってきて非常に美味しそうに出来上がっています。一応再度火が入っているかどうか確認しています。ここでニンニク、生姜、あとバニラの鞘は取り除いておきます。今回一緒にパピヨット火を入れる時にバニラ、ニンニク、生姜を入れましたけども、あとタイム、ローリエなど入れても美味しいですし、好きなスパイス、好きな香草を入れても非常に美味しいです。もちろん野菜によっては相性がありますので好みでいろいろ試してみてください。それでは盛り付けていきます。温かいお皿に先ほどのクルジを切ってすぐオーブンから出してすぐ切ったものを置いて熱々のままお皿に盛ります。そこに軽くフルードセルを全体的にまぶします。その後粗めの黒胡椒、ここに食感でアクセントが欲しいのでかぼちゃの種のローストを上に置きます。ここで味を締めるためにシェリービネガーを1滴かぼちゃに垂らします。最後好みで美味しいオイルをかけてください。今回は美味しいオリーブオイルをかけます。他にノアゼット、くるみ、あとかぼちゃの種から取ったオイルなんかをかけても美味しいです。これでバターナッツオンパピヨットの完成になります。今回バターナッツを使いましたけども、あと他の野菜でも美味しいですし、魚でも美味しくこのパピヨットという技法を使えますので、ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。